というわけでね、デイ2のディナーブレイク開けました。73,500点でね、ディナーブレイク入りました。あと4時間デイ2ねあるんで、ここで10万点以上持ってデイ2を終えたいなっていう風に思ってます。砂利みたいなねスタックでデイ3進んでも意味ないと思うんで、積極的に今回のラウンドから攻めてデイ3いけるように頑張ります。ということで次の実践見ちゃってね。デイ2も思ったようにスタックを伸ばしていけない旬ポーカーですが、ポーカーはメンタルスポーツ、我慢が本当に重要です。というところでこのハンドエース9スーツミドルポジションから、現在ブラインドは 1000、1500、BB アンティ1500の状態です。旬ポーカーはここでレイズ3500点を選んでいきました。去年の WSOP ではもうこの時点で飛んでいましたが、旬ポーカー今年はなんとか残っています。ですが残っているだけじゃ何の意味もない。チップを増やしてみんなに夢を見せたいなと思っています。というところで BB のプレイヤーがここでコールを選択。旬ポーカー自身ポジションも勝っていますし、このハンドで BB がディフェンスしてくれるのは嬉しいと言っていいでしょう。ということでフロップは974のレインボーボード。旬ポーカーはトップヒットプラストップキッカーを完成。このボードに対して相手プレイヤーはチェックを選択。バックドアでフラッシュドローもあるので、旬ポーカー的には完全安心ボードです。フロップは2オーバーでもコールしたくなるような安めの CB を選択しました。ポットに対して約 25% ほどのベッド2500点を選択すると、相手はこのベッドに対してコールを選択しました。ターンに落ちたのはキングのダイヤ。9ヒットに対してオーバーカードは落ちてしまったものの、旬ポーカー自身フラッシュドローが伸びました。このターンカードに対して相手プレイヤーはチェックを選択。旬ポーカーはターンでもベットすることでポジションの優位性を生かしつつ主導権を握っていこうと思いました。ターンでも安めのベット、それに対して相手はコール。運命のリバーは激アツのエーサーフラッシュ完成。相手はこのリバーに対してスナップでチェックを選択。フロップ、ターンと安めにベッドを展開してきた旬ポーカーですが、リバーでももちろんベッドはしていきたいです。旬ポーカー自身強いハンドを持っていますが、ナッツではありません。高めに打ってベッドフォールド体勢か、安めに打ってベッドコール体勢かで悩んでいます。旬ポーカー自身このハンドはフロップターンと安めのベッドを使用してきたので、リバーではキングヒットなどに大きめにバリューを取りに行きたい。ここはデカベッドでポットを炊き上げる。ポットを炊き上げる。現在のポット額は 24,500 点。そのポットに対して旬ポーカーはベッド2万点を選択。ポットに対して約 80% ほどの大きなベッド。これに対して相手はコール。旬ポーカーをエース9スーツをショーすると、相手はハンドをマック。ただただ燃えまーす。ファイルということで旬ポーカーここでエースハイフラッシュでかなり大きなポットを獲得。ポジションの優位性、そして見事なベッドの上げ下げで完全に相手からバリューを引き出した。ナイス旬ポーカー。今日のハンドでやっとこさスタックを伸ばすことに成功した旬ポーカー。ようやく旬ポーカーの時代が到来したなと思っているところで、このハンドエース5オフスーツボタンから。ブラインドは現在も変わらず 1000、1500、BB アンティ1500の状態です。カットオフのプレイヤーまでフォールドして旬ポーカーのターン。旬ポーカーはここでレイズ3000点を選択。ポジションもボタンと最もいいので 2BB オープンを選択していきました。旬ポーカーのスタックは現在10万点ほど。やっと低空飛行から抜け出せてきたなという風に思っていました。ここで SB のプレイヤーがすぐにフォールドしないので、コールかもしくはレイズを選んできそうです。 SB のプレイヤーは少し悩んでここでコールを選択。とりあえず3ベッドが飛んでこなくて安心する旬ポーカー。 BB もここで少し悩んでコールを選択するようです。というところで3ベイでフロップに参る形となりました。今回は特別に先告知するとえげつないフロップが落ちます。そのフロップは激アツのフロップストレート。さらには旬ポーカーエースのクラブが落ちればストレートフラッシュになるようなボードです。これは完全に流れが来たなと思う旬ポーカー。もう一度自分のハンドをここで確認します。 SB、BB のプレイヤーがチェックしたので旬ポーカーのターンめちゃくちゃ強いですが、エースのクラブ以外のクラブが落ちてしまうと旬ポーカー弱くなるので、ここはしっかり CB を打っていきます。選んだサイズはベッド3000点、2オーバーのクラブ持ちとかもコールしたいような額を選んでいきました。このベッドに対して SB のプレイヤーはスナップでフォールド、 BB のプレイヤーがどうするか。ここで BB はレイズ15000点を選択。旬ポーカー自身激アツレイズきたーと思っています。ここで旬ポーカーが迷っている選択肢としてコールするかレイズをするか、相手のスタックを確認したところバックスタック残り3万点ほどしかないので、旬ポーカーはここで相手にオールイン要求。エースクラブ1枚持ちとかがやんちゃしていた時にこのオールインにコールせざるを得ないので、フロップでオールインすることが期待値マックスかなと思いました。すると相手はこのオールインに対して証拠。旬ポーカーは頼むコールしてくれと思っています。すると相手はここでコールを選択。よーしナイスや。スタック全部旬ポーカーに差し出せ。相手のハンドは
嘘、めちゃくちゃ強いやん。なんで迷ってたん？春ポーカーの勝率は 4.4%。 エースクラブを引かないと負け。嘘やろ。春ポーカーまさかのストレートフラッシュ、リバーでまさかの 2.2% の奇跡を引きました。僕のポーカー人生の中でも一番の神引きをこの WSOP メインイベントでも出すことができました。しかも最後のリバーで引くというドラマチックモード、今でも信じられません。まさに衝撃映像。ナイス春ポーカー。やばすぎる、さすがにラッキーしすぎた。すいません今の人やけど俺もいかなしはなかったよあれ。ストレートでした。とりあえずナイスです。頑張ります。ということで奇跡のストレートフラッシュまくりを見せた春ポーカー、完全に流れは来てる。いけるぞこのトーナメント。というところでこのハンド、エースクイーンオフスーツハイジャックから春ポーカーの左隣のイケメン兄ちゃんがここでレイズ3500点を選択。俳優ばりにかっこよくてイラつくんで蹴散らしていきたいと思います。シンプルに3ベットしてもいいですし、トリッキーにコールを挟むのもいいと思います。ですが大概は3ベットした方がいいとは思うので、今回春ポーカーはシンプルに3ベット9000点を選択。相手は全体的に見てもショートなプレイヤーだったので、ここでオールインが飛んできたらうざいなと思っていました。これは WSOP メインイベント、大体ガチハンドしか出てこないので、その時は素直に諦めようかなという風に思っていました。ですがイケメン兄ちゃんはここでコールを選択。相手のスタックを春ポーカーは確認していきたいと思います。見たところによると6万点着ぐらいまだバックスタックを持っていたので、意外と持ってたなと思いつつフロップに向かいたいと思います。フロップはキング7のレインボーボード。このボードに対して相手プレイヤーはチェックを選択。オリジナルに有利なボードですし、春ポーカー自身キング周りを抑えているため、ここは CB を打っていこうと思います。ガチハンドの時と混ぜて、ここは安めにベッド6000点を選択。ワンチャンエースハイなどにもコールされるようなベッド額を使うことで新バリューも取っていこうと思いました。この安めの CB に対して相手プレイヤーはコールを選択。ターンで10やジャックが落ちたらもう一発打てるなと思っていました。するとターンに落ちたのはクイーンのクラブ。これはかなりいいターンカードが落ちてくれました。ミドルポジションのプレイヤーはこのボードに対してチェックを選択。ターンでも引き続きベットをしてもいいんですが、相手がキングを持っていた時のリスクヘッジと、さらには相手の下のポケットペアに安心させるためにも一旦ここでチェックを挟むことにしました。するとリバーに落ちたのは3のダイヤ。これで相手からベッドが飛んでこない限りほぼほぼ負けてることはないでしょう。というところでミドルポジションのプレイヤーはリバーでもチェックを選択。3ベッドポットということもあるので、春ポーカーはジャックス以下のポケットペアにバリューを取っていこうかなというふうに思っています。ターンでチェックを挟んだことによって、このリバーでのベッドは相手のショーダウンに対する欲をかき立ててオーバーコールをもらえる可能性が大いにあるなと思っていたら、このベッドに対して相手はコールすると、相手のハンドもエースクイーンオフスーツ。春ポーカーアクション的にはいい動きができたなと思いますが、残念ながらチップは増えず、イケメン同士の戦いでした。後半かなり春ポーカーはスタックを伸ばしてきています。ですがまだまだ今回は攻めるって決めたというところで、このハンドエースキングスーツボタンから、やはり他のスタックよりディープスタックでテーブルに座っていると気持ちがいいものです。というところでハイジャックのプレイヤーがレイズ3500点を選択。春ポーカーこれに対してはもちろん3ベットをしていこうかなという風に思っています。ボタンという一番いいポジションでもあるので、安めの3ベットサイズでいいかなと思い、春ポーカーはここでリレーズ9000点を選択。エースキングはプリフロップにおいては最強の部類に入ります。フロップ開いたら大体滑るので、強い状態の時に掛け金を釣り上げていきます。すると SB に座っているアンノウンのおじいちゃんがここでさらにレイズを選択。春ポーカーの9000点の3ベッドに対してなんと4ベッド2万8000点を返してきました。まだテーブルに座られて間もないので相手の情報は何もありません。ですが相手は春ポーカーと同じぐらいディープスタック。ここでハイジャックのプレイヤーがフォールドを選択。かなりでかいレイズで、さらに相手がおじいちゃんなのでフォールドもよぎりましたが、相手の情報がない中でこのエースキングスーツをプリフロップで降りるのもやりすぎなんじゃないかなと思いました。先ほども言った通りエースキングスーツはこのプリフロップ時点では最強の部類に入るので、5ベッドもしくはオールインでプレッシャーをかけていくのもありなのかもしれません。ですがこれは WSOP メインイベント、相手もハンドが硬くなりがちなので、この4ベッドレンジは相当強いんじゃないかなと思い、春ポーカーはコールを選択。去年までなら突っ込んでいたかもしれません。というところでフロップは644のレインボーボード。春ポーカーはこのエースキングスーツを完全に滑らしました。というところで相手のおじいちゃんはここでベッド3万点を選択。一応エースとキングを抑えているので AC ゼアキングスのふりをして一部レイズに回すのもありなんですが、相手がスタックディープということもありますし、さらにこのデカポットでそれをするのはリスキーすぎる。それをするなら1枚いや2枚ぐらいスペードが欲しいところです。ブラフをするならもっといいシチュエーション、さらにいい相
相手がいるんじゃないかなと思い、春ポーカー悔しいですが、ここでフォールドを選択。すると相手の優しそうなおじいちゃんはここで反動みたいかと言ってきてくれました。一度はここで反動を捨てたものの、お願いお願いと言うと、ここでなんとエーシーズを称してくれました。マジで危なすぎる。やってくれたなディーラー。去年の春ポーカーなら勢いでプリフロップでがっつりレイズを返してめちゃくちゃにでかいポットを失う、もしくは前段いかれているとこでした。このハンド同士の戦いで損失を抑えれたのはでかい。エースキングとエーシーズぶつかった。ナイスフロップ。キング当たらなくてよかった。ということで、エースキング対エーシーズで事故を起こしかけましたが、なんとか耐えた春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。またもやエースキングスーツ UTG プラス1から、現在まだブラインド変わらず 1000、1500 BB アンティ1500の状態で、春ポーカーはレイズ3500点を選択していきました。このデイ2の中でもこのブラインドの時が一番内容が濃く、いろんなことが起こりました。この春ポーカーのオープンに対して、先ほどエーシーズ対エースキングで当たったおじいちゃんが再び何やら考えています。シンプルに見た目通りに硬く強い時にちゃんと強くオープンするおじいちゃんなのかなと春ポーカーは思っていますが、そのおじいちゃんからここでリレイズ8500点が飛んできました。早めのポジションのオープンに対してこのおじいちゃんの3ベッドなので結構強いハンドが入ってそうだなと思いますが、春ポーカー自身もエースキングスーツプリフロップの時点では最強の部類です。先ほどの印象につられてパッシブすぎる立ち回りをしても良くないです。コールを選択するか4ベッドを返すかなんですが、先ほどと違い春ポーカー今回に関してはおじいちゃんよりポジションが悪いです。先ほどの印象もありますし、相手自身硬いので少し怖いですが、エースキングスーツはプリフロップの時点である程度プレッシャーかけていかなあかんやろ。ビビんな。エクスペクトパトロ8500点の3ベッドに対してさらにプレッシャーをかける春ポーカーは4ベッド22000点を選択。ここでさらにおじいちゃんから5ベッドなんかが飛んできようもんなら、春ポーカーそれはさすがに降りようかなと思っています。あなたのハンドにはリスペクトしてる。だからこそプリフロップの時点でプレッシャーをかけてある程度のハンドを下ろしに行く。すると相手はここでフォールドを選択。先ほどのお返しにエースキングスーツを見せると、相手もエースキングを持っていました。ハリー・ポッターと尿管の結石。こだな。先ほどエーシーズを見せてくれたお返しにと思ってハンドを賞しましたが、まさかエースキングオフスーツを下ろしていたとは。やっぱり硬いなおじいちゃん。ここで重大なお知らせが。なんと春ポーカーのアパレルブランドノーリミットが絶賛発売中。第1弾はこちら。お買い求めは YouTube 概要欄から。ポーカーエースキングでエースキングを下ろしたことによってスタックを少し増やしました。というところでこのハンドエース5スーツ UTG からブラインドは変わらず現在 1000、1500 BB アンティ1500ということで、春ポーカーはレイズ3500点を選択しました。 UTG からは比較的強めのハンドでオープンしたいですが、このようなハンドも UTG のオープンレイズに入れていきます。すると春ポーカーのオープンに対してここでハイジャックのプレイヤーがコールを選択。このハイジャックのプレイヤーは割とブラフが多めなプレイヤーだったので、もしボードが絡めば春ポーカーチェックで相手からベッドを引き出そうかなという風に思っていました。そしてここで BB のプレイヤーもコールを選択。3ウェイでフロップに参る形となりました。フロップでナッツフラッシュを引きたいところというところで、フロップはキング10-5の2ハートのボード。春ポーカーヒットはしたもののボトムヒット。さすがに3ウェイに対してフロップから打ち出すことはできないかなと思いチェックを選択しました。するとここでハイジャックのプレイヤーもチェックを選択してオールチェックでターンに向かうこととなりました。ターンに落ちたのは3のスペード。このターンカードに対して BB のプレイヤーはチェックを選択。 BB のプレイヤーに関してはフロップターンとチェックしていますし、ハイジャックもフロップチェックバックしていることからキングのペアなどは持っていないんじゃないかなと予想し、春ポーカーはエクイティの確保も含めてターンでベッド4500点を選択。するとハイジャックのプレイヤーがスナップでコール。 BB がどうするか。
るか。 BB のプレイヤーはフォールドしてヘッズアップでリバーに向かうこととなりました。リバーで押したのは5のスペード。春ポーカーはリバーでトリップスを完成。リバーでめちゃくちゃ強くなりましたが、ハイジャックのプレイヤーは先ほども言った通りブラフが多いプレイヤーです。リバーベットしてもいいんですが、フラッシュドロー滑りなどからも広くベットをもらった方が得かなと思い、春ポーカーは罠の潜みチェックを選択。相手のベットに対してはチェックレイズもしくはコールで対抗していこうと思っています。ここチェックやったらマジでおもんない。頼むからベットしてこい。ドロー滑りが多く存在しているこのボード、お前負けず嫌いやろ。滑っててもベットしてこい。そんなことを思っていると、ここで相手からほぼポットベットの22,500点のベットが飛んできました。かなり強気のベットなので本物を持っているかブラフのどちらかでしょう。かなり高めのベットなので春ポーカーはコールを選択。するとまさかの相手は3ポケのフルハウス。リバーでレイズをせずコール止めにしたことによってめちゃくちゃな損失を出す結果にはなりませんでしたが、これはかなり痛い。トリップス対フルハウスで67,000点のポットを失う結果となりました。ですが相手の特徴を踏まえた上でもこのコールの選択間違ってはなかったと思います。次は勝てよ春ポーカー。テーブル移動して先ほどのテーブルよりもメンツが良くなったなと感じている時にこのハンドキングス SB から、このテーブルはほんまにみんなデイ2まで残ってきたんかというような顔面偏差値で、皆さん和気あいあいとポーカーを楽しんでいる感じで、相手からチップ取ったろうみたいな殺気は一切感じないテーブルでした。ポーカーは楽しんだもの勝ちなので、このテーブルに座っている皆さんのプレイスタイルは間違ってないと思いますが、春ポーカーはこのテーブルの中でもやはりギラギラしてしまいます。もちろん春ポーカーも楽しみますが、ただ単にポーカーしてても楽しくないね。チップ増やしてなんぼやろがい。そんなことを思っていると、ここでミドルポジションのプレイヤーがレイズ4,500点を選択。そうや俺にチップよこしやがれ。ストレートフラッシュマックに出したところから春ポーカーの流れは完全に始まっとんねん。余裕で3ベット返したろうと思っていたら、春ポーカーの右隣のボタンのプレイヤーもこのレイズに対して悩んでいます。そして少し悩んだ後にボタンのプレイヤーがコールを選択。春ポーカー自身ポジションも悪いですし、アクティブプレイヤーが2プレイヤーということで大きめにレイズを返していこうと思います。選んだサイズは3ベット21,500点。ここからはオリジナルのミドルポジションのプレイヤーが長考に入られるので早送りにさせていただきたいと思います。このテーブルに来て春ポーカーあまり時間は経っていませんが、何ハンドか割とアグレッシブにプレイしてポットを取っていたので、そろそろ春ポーカーのハンドへのリスペクトが落ちている状況かもしれません。この日本人調子乗ってんなと思ってライト4ベットとかが返ってきたら嬉しい。その代わりちゃんとキングス持ってまんでと思っていたら、ここでミドルポジションのプレイヤーがチップを取って4ベット59,000点を選択。この4ベットに対してボタンのプレイヤーはフォールド。現在の春ポーカーのスタックは出しているものと合わせて14万点ほど。春ポーカー自身 SB とポジションも悪いのでコールの選択肢はありません。相手を A シーズの1点読みしてフォールドを選択するか、それかオールインを選択するかです。参加費135万円のこのトーナメント、デイ1開始から約17時間コツコツスタックを増やしてきました。フリフロップにおいて A シーズの次に最強のこのキングスでもオールインするのはさすがにためらってしまいます。ですがここで決意は固まりました。キングスでオールインせずに何でオールインすんねん。春ポーカーはオールイン14万点を選択。相手がここでスナップコールしない時点で A シーズはありへん。よしやった。相手はここで春ポーカーのスタックサイズを確認しています。相手は春ポーカーのスタックをカバーしているため、僕的にはもう降りてくれよと思っています。もしも相手がエース1枚でも持っていた場合、春ポーカーの勝率は 70% ほどです。そうなるとオールインスチールの方が勝負をせずに59,000点を得ることができるので、エース1枚でも持ってるならホールドしてくれと思っています。逆にこの相手の悩みを見るとクイーンズなどを持っている可能性もあるので、クイーンズで相手からコールをもらえた場合、春ポーカーの勝率は 80%。下ポケならコールされてもいいかなと思っています。下ポケにも 20% の勝率はあるので十分に負けてしまう可能性もありますが、今回のトーナメントはとにかく残るよりちゃんと優勝やファイナルテーブルに向けた立ち回りをすることが目標。そう考えるとここでビッグなダブルアップをすることは優勝ファイナルテーブルに近づきます。クイーンズ以下ならコールしてもいいぞ。相手はここで春ポーカーに反動を見せてきました。相手はエースキングオフスーツでここでフォールドを選択。相手はエースキングオフスーツをグッドホールド。フリフロップで相手を下ろし、春ポーカーは126,500点のポットを勝負せずとも得ることができました。相手がエースキングということで、もしもオールイン対決になっていたら春ポーカー 70% の勝率しかありませんでしたし、飛ぶリスクを考えるとフォールドの方が嬉しかったなという風に思っています。ナイスフォールド相手、ナイスオールイン春ポーカー。オールインでかなりスタックを伸ばすことに成功した春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。エース5オフスーツハイジャック
クから。ブラインドは現在先ほどから変わらず1000、2000、BB アンティ2000の状態です。テーブル状況的にも緩くやりやすい状況があったので、このようなハンドもハイジャックから余裕でオープンしていきたいなと春峰カー思っていました。すると右ドラインのプレイヤーまで降りて春峰カーのターンとなったのでオープンしていきたいと思います。選んだサイズはレイズ4500点。このテーブルに来て小さいポットもいくつか取っているので春峰カーかなりスタックを伸ばせています。デイ2もラストブラインド残りわずかということで、このテーブルにいられる間にできるだけチップを増やしてデイ3に臨みたいなという風に思っています。するとここで BB のプレイヤーがコールを選択。ヘッズアップでフロップに参る形となりました。今なら何でも勝てる気がするというところでフロップはエースキング10の2ハートのボード。春峰カーはトップヒットに加えてバックドアフラッシュドローもあるボードなので、かなりいいボードが落ちてくれたなという風に思っています。このボードに対して相手プレイヤーはチェックを選択。春峰カーはベッド4000点を選択しました。オリジナルにかなり有利なボードなので、絡んでいても絡んでいなくても安めの CB を利用することが多いです。すると相手はこの安めの CB に対してコールを選択。ターンに向かいます。ターンに落ちたのは6のハート。このターンカードに対して BB のプレイヤーはスナップでチェック。春峰カーは現在エースヒットプラスナッツフラッシュドローを持っている状態です。ここでベッドを選択するかトリッキーにチェックを選択するか。ここで春峰カーはワンヒットプラスドロー系がコールしやすいようなベッド額を選択。キングクイーンやキングジャック、さらには10ジャックや10クイーンなどがコールしやすいベッド額を選択。春峰カーはエースハートを持っているため相手のフラッシュドローは怖くないです。ポジションも勝っているのでそこまで強いベッドじゃなくていいかなと思いました。するとこのベッドに対して BB のプレイヤーはコールを選択。リバーに向かいます。リバーに落ちたのはキングのスペード。このリバーに対して相手プレイヤーはチェック。さすがにもうバリューはないかなというところで春峰カーチェックバック。すると相手のハンドはジャックスでした。いやナイスバリューベッド。俺はジャイアン戦隊長ということで春峰カーはワンヒットプラスドロー系ぐらいにバリューベッドを決めようと思っていましたが、狙っていた通りのようなハンドが相手から出てきました。ナイスバリューベッド春峰カー。はい、ということでね、次が Day2 ラストハンドです。エイシーズ絶対来るんでお前ら見とけよ。一発俺に行きます。今までの水の一発。はい、ということでね、Day2 の実戦見ていただきましたでしょうか。春峰カー57100点から23万1000点にまでチップを増やすことができました。危ないところもあったんですけども、紙引きとかもしてね、めちゃくちゃ増やすことができました。完全に今年春峰カーの年じゃん。メインなんかさ、もう優勝しちゃったらええやん。なんでみんな負けんの。はい、ということでね、Day2 実戦見てくれた方ありがとうございます。Day3 もお楽しみに。Life is Gamble 人生次も見ちゃってね。